今日はリンゴのパウンドケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はリンゴのパウンドケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はリンゴを丸ごと1個使ってパウンドケーキを作っていきます。このパウンドケーキ自体はホットケーキミックスを使って作っていきます。さらにリンゴ以外にもクリームチーズを加えて作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。リンゴ、ホットケーキミックス、クリームチーズ、無塩バター、卵、お砂糖、レモン汁。今回はこちらの材料で作っていきます。まずリンゴはですね、1個でだいたい 250g ですね。こちらの量に関しましては目安にしてください。そして今回ね、生地の中にクリームチーズを入れていきたいと思います。そしてバターですね。こちらは必ず無塩バターを使用してください。もしね、無塩バターがない場合はサラダ油で代用していただいて大丈夫です。その場合はサラダ油 70ml 使うようにしてください。そしてお砂糖は今回白砂糖を使っていきます。こちらはお好みでグラニュー糖またはきび砂糖などで代用していただいても大丈夫です。そしてね、今回入れないんですが、ここにシナモンパウダーを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。そして今回は 18cm のパウンドケーキ型を使っていきます。こちら100円ショップに売っているパウンドケーキ型です。ここにですね、クッキングシートまたはオーブンシートを切っていただいて、そして4箇所に切れ込みを入れてはめ込みます。必ず短い方が裏に来るように敷いてください。はい、こんな感じです。こちらはあらかじめ生地を作る前に準備しておきましょう。それでは作っていきます。まずはじめにリンゴを切ります。リンゴはね、最初半分に切ります。今回ね、リンゴの品種は富士リンゴを使ってます。こちらのリンゴの種類に関しましてはお好みのものを使ってください。そしたらですね、リンゴを半分に切ります。こちらの4分の1は飾り付けで使っていきます。なので飾り付けの方から切っていきます。まずですね、この芯と種を取り除きます。あとは薄切りしていきます。はい、こんな感じで薄切りしてください。リンゴが丸くて揺れるので手を怪我しないようにだけ注意してください。そしたらね、こちらのリンゴは耐熱のお皿に並べます。はい、こんな感じです。では続いて残りのリンゴを切っていきます。残りのリンゴは皮まで剥きましょう。皮まで剥いたら縦半分に切って、そして横にしてだいたい 5mm 幅ぐらいで薄切りしていきます。はい、残りのリンゴはこのように切ってください。切ったリンゴはですね、こちら先ほどね、リンゴを入れた容器の中に入れてください。では残りのリンゴもですね、皮を剥いて同じように切っていきます。はい、OK です。リンゴはこのように切ってください。それでは続いてこちらのレモン汁と、あとはお砂糖を混ぜます。これをしっかり混ぜてください。お砂糖が半分ぐらい溶ければ OK です。そしたらね、こちらのリンゴにレモン汁をかけます。そしたら一度ね、この中を混ぜます。全体にね、しっかりと絡めてください。はい、でこのようにレモン汁をよく絡めたら、先ほど分けておいたようにこの皮付きと皮を剥いたもの、こちらをこのように分けてください。そうすると後々作業しやすくなります。それではここにふんわりラップをします。こちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、加熱しました。やけどしないようにラップを外してください。はい、こんな感じです。このまま粗熱を取っておきます。でね、今なんでね、レモン汁とお砂糖を混ぜたもので加熱したかというと、この皮付きの部分に関しましては、レモン汁をかけて加熱すると、このように赤い部分の色が鮮やかになります。このね、中に入れる方に関しましては、レモンの酸味が加わるので、それがアクセントになって美味しい仕上がりになります。ではこちらをこのまま一度冷ましておきましょう。それでは続いて生地を作っていきます。まずですね、こちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらね、まだ固まってる部分があるので、こちらをしっかり溶かします。どうしても溶けない時はまたプラス10秒ほど加熱してみてください。
はい、このように綺麗に溶かしてください。こちらは使うまでこのまま置いておきます。続いてクリームチーズです。クリームチーズは生地の中に入れていくんですが、だいたい半分ぐらいは練り込んで、残りはですね角切りにして入れたいと思います。こちらをね全部角切りにしていただいてもいいですし、あとは全部ね練り込んでいただいても OK です。では切っていきます。半分だけね、だいたい1センチ角ぐらいの角切りにしていきます。はい、こんな感じです。こちらはこのまま生地に入れたいと思います。残りのクリームチーズですね、こちらを生地に練り込んでいきます。このクリームチーズは今冷蔵庫から出したてなので、軽く電子レンジで温めて柔らかくします。電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらこちらを練っていきます。この時ね、硬い時は追加で加熱してください。これでクリーム状にしましょう。はい、OK です。そしたら続いてここに卵を割り入れます。これでよく混ぜていきます。はい、OK です。よく混ざったら卵をもう一つ割り入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、このようにしっかり混ぜてください。それではですね、先ほど溶かしておいた溶かしバターを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、OK です。よく混ざったらここにホットケーキミックスを加えます。振るわずにね、そのまま入れちゃって OK です。これをダマができないようにしっかり混ぜてください。はい、このように混ぜてください。それではですね、ここに切っておいたクリームチーズと、あとはね、こちら皮を剥いたリンゴを入れていきます。このね、残ったレモン汁も一緒に入れてください。そしてこちらをゴムベラで混ぜていきます。はい、生地はこれで OK です。では型の中に入れていきます。はい、そして表面をね平らにしてください。はい、このように平らにしてください。それではトッピング用に残しておいたリンゴを並べていきます。はい、並べました。こんな感じです。それではこちらを170度に予熱したオーブンで40分焼いていきます。はい、40分焼き終わりました。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。そしたらね、こちら今から粗熱を取ります。粗熱を取るときは必ず型から取り出してください。このまま粗熱を取ってしまうと側面の部分がくぼんでしまいます。そしたらね、熱いのでやけどしないように取り出してください。よいしょ。はい、こんな感じです。それではね、この表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをかぶせてこのまま粗熱を取ります。はい、しっかり冷めました。オーブンシートを取り外します。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、断面はこんな感じです。このようにリンゴとクリームチーズがたっぷり入って美味しそうに仕上がってます。はい、これでリンゴのパウンドケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにリンゴもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。そしてリンゴの皮もね、色鮮やかで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。本当にちょうどいい甘さですごく美味しいです。クリームチーズの感じと、そしてこのリンゴのザクザクっとした食感がいいですね。もうそしてすごくしっとりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のリンゴのパウンドケーキのポイントです。まずリンゴなんですけれども、こちら4分の1だけ薄切りにして、それはトッピングとして使ってください。その後ですね、残りのものは皮を剥いて、だいたい5ミリ幅ぐらいで切っていただけたらと思います。こちらはお好みで角切りにしていただいても OK です。その後耐熱の容器に入れたら、レモン汁とお砂糖を混ぜて、そしてリンゴ全体にかけるようにしてください。その後電子レンジで温めるんですが、レモン汁をコーティングしてから加熱していただくことでリンゴの皮の赤みを引き立たせることができます。なのでリンゴの皮の色も退色せずに仕上げることができます。プラスですね、レモンの酸味がアクセントになってとても美味しい仕上がりになります。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。クリームチーズなんですが、今回生地に練り込むのと、あとは角切りにして入れました。こちらはクリームチーズ感をより楽しみたい方はこの方法でやっていただくといいかなと思います。ちょっとめんどくさいなっていう時は
は全部練り込んでいただいても OK です。全部ね練り込んでいただくとほんのりクリームチーズの味わいを楽しむことができます。そして焼き上がった後のポイントです。焼き上がったらですね、すぐ型から取り出して、そして粗熱を取るようにしてください。そのままね型に入れておくと真ん中の部分がくぼんでしまいます。すごくね型が熱いんですが、やけどしないように中身だけ取り出して冷ますようにしてください。あとはですね、お好みの大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はリンゴのパウンドケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。